皆さんこんにちは。ジャズドラマー田中福士 from ニューヨークです。イエーイ、こんにちは。今日はですねブライアンパークから、皆さんにお届けします。ニューヨークね、今夕方の6時ですけど、もうすっかりね明るくなりましてね、だいぶ日が長くなりました。はい、もうサマータイムもね土曜日の夜中から変わりましてですね、サマータイムに入りましたですね。そんなわけです。今日は何でしょうか。はい、福さん。はいではですね、今日は、はい、日本でのいいろいろな思い出を、はい、北の方から順番にはい話していただきたいなと思いますので、わかりました。はい、お願いします。はいというわけで、北海道、青森、秋田、岩手はいあたりではい何か思い出ありますでしょうか。そうですね、まずは北海道からですね。北海道でもですね、思い出はね、3カ所あります。とりあえずね、網走、そして、八雲、札幌とね、この3つありますけど、まず一番最初はもう一番上のね、網走、その思い出話をちょっとしたいな。これはですね、僕はちょっとこの記憶が定かじゃないんですが、1978年に僕初めてアメリカに来てるんですけど、3ヶ月間ね観光で、その時の前なのか後なのかちょっと定かじゃない、まあその頃ですね。はい、まだニューヨークに来る、ニューヨークに住み出す前の話です。はい、でこれはですね横山静子さん、しーちゃんと一緒にね網走に行ったんですけど、それなぜ網走に行ったかと言いますと、ずっともう前の話になるんですが、実はその横山静子さん、しーちゃんに初めて出会った時にですね、その時の仕事のメンバーにアルトの吉井さんという方がいらっしゃいましてね、吉光さんなんですけど、素晴らしいアルトの方で、そのしーちゃんと仕事を初めてした時の出会いがありまして、で実はその吉井さんとしーちゃんはですね、その当時川崎のグランドキャバレー松葉っていうところがありましてですね、そこで2人が演奏してたんですね。なんだそのね松葉っていうお店はね、またこれ素晴らしい大きなね、川崎の駅からすぐ近くにねある大きなもうグランドキャバレーでですね、もういろんな人がねあれですよ、ショーに入ってたんです。覚えてるのはね、あずさみちおさんとかね、有名な方がねとにかくショーで入ったりするんですよ。でその当時はコンボ、スモールバンドとビッグバンド、まあ10ピースぐらいのバンドですけどね、入ってたんですね。こうやってたんですから、いや10ピースどころじゃないな、ビッグバンドだからもうちょっと多かったかな。はい、まあとにかくバンドが2つ入ってだからもう、まあ、バブルがものすごくいい頃ですよね。バンド2つ入ってで、その中で松林末太郎さんという方ね、バンマスなんですけど、ドラマ強力なね素晴らしいロイ・ヘインズみたいな感じのドラマです。その方がバンドリーダーで、吉井さんがアルトで、しーちゃんね、横山静子さんのピアノで、その当時のベースがね佐々木エヘラさんね、今でも覚えてます。そのメンバーでねやっておられたんですけど、まあそういうわけで、その僕はまだその頃サラリーマンやってたんですよ。サラリーマンやりながら川崎にねしょっちゅう行くようになるんですけど、まあその時にね吉井さんの話、その時に出会った時の話は、まあ静子さんの話もこれからまたね、時間をとってですねゆっくり思い出話したいと思いますので、それはまあその辺にちょっと置きましてですね、でまあそこでその川崎で会った、吉井さんのとこ、まあ、吉井さんが何年か後にもう北海道に帰られるんですけど、で帰って網走でですね、バンドもやって、でなんか教えたりとかして、結構ね盛んに網走でねジャズソサイティをね盛り上げておられたわけなんです。でそこで僕と、しーちゃんが呼ばれましてですね、まあ、行ったわけなんです。その時もねちょっと記憶が定かなように、ベースプレーヤーも行ったのかホームプレーヤーも行ったのかねちょっと定かじゃないんですけど、とりあえずまあ吉井さんのとこに演奏したわけなんですけど、まあね初めて網走、まあ網走って言えばですね、皆さんご存知の網走番外地って言ってね有名なんですけど、でまあ一応網走の刑務所ですか、そこも観光でね昼間行ってきましたけど、なんともねこうやっぱりこうなるほどなっていう感じのね場所でしたけど、はい、まあやっぱり北海道のもうね最先端ですからね、いやもう寒いっちゃもうね寒い、
本当寒かった。その寒かったのを覚えてます。ところがね、夜ね、演奏に入ってね、そのオーディエンス、お客さんたちはこれがね、天気はね、気温は寒いんですけど、ハートはまだ暑い。まあね、もう演奏終わっても打ち上げも盛り上がってですね、演奏も盛り上がって、本当にいい思い出になりました。はい。まあいつかね、また行けたらいいなとも思うんですけど、まあ吉井さんはその後ずっとね、ラーメン屋さんをやられてたんですけど、最近リタイアされたということでね。でもなんか網走かなんかの FM かなんかでね、ジャズの番組をなんか持っておられるということで、僕もねそのうちにいいタイミングでいい機会があれば参加させていただきたいなと思います。また網走ちょっと行ってね演奏したいなと思います。その時はね吉井ちゃんどうぞよろしくお願いします。はい。まあ何人か誰と行ったかっていうのをちょっと定かじゃないんですけど、もし誰かですねこの僕の YouTube を見てその当時のことを覚えてるよ、その時はねあの人も行ったんだこの人も行ったんだよって、ね、覚えておられる方いらっしゃったらコメントでもね、していただきたいなと思います。はい。まあそんなわけで一番最先端のね網走でした。次はですね八雲って言いますとね、北海道のこれはまた南の方なんですね。はい、小さな町なんですけど、80年代の後半ですね、ルード・ナルソンバンドで日本に行った時ですね、ずーっとこう東京からこう上がっていくんですけどね、青森も行きまして、そこから北海道に渡ってですね八雲というところに行ったんですが、八雲っていうところはね、まあスモールタウンですよね。まあ、小さななんとなくこういい雰囲気の街だったっていうのを覚えてます。無事に着きましてですね、で八雲でまあ、旅館ですよね。旅館でまあチェックインしまして、みんなこうねテーブルのところみんな座ってですね、でまあとりあえずちょっとこう一息してたらですね、その当時呼び屋さんね、川上浩平さんという方、今はオフィスズっていうねブッキングのプロモーターやってますけど、川上さんが呼んでいただいた関係者の方とね、ちょっとこうちょっとシリアスな話をされてるんですね。で何かなと思って、でまあ僕はもう浩平ちゃんって向こうは福ちゃんって言うんですけど、浩平ちゃんどうしたのって言ったら、いやね福ちゃん困ったんだよ、なんでって言ったら、もうこのね町ちっちゃいからねホテルがない、で洋式のベッドがない。あらまあこれは困ったですな。どうすれまあそのね最初に着いたその旅館もですね畳ルームしかないんですね。まあとりあえず一応部屋にねその時のハーマン・フォスター部屋にいるから、ちょっと僕様子見てくるわ、どんな感じなのか。でね部屋に上がっていったんですね。まあなんとハーマンがですねこう旅館に行きますとね、低いテーブルがあるじゃないですかね。そこで食事したりとかお茶飲んだりする。そんなところに椅子がないからそこに座っちゃってるんですね。ハーマンがドーンとね、これはまずいなーって「小江ちゃんちょっと」なんて「椅子ないしこんなとこ座ってるわ」。あらまあこれはちょっと無理だな。でルーさんに聞いたら「布団大丈夫か?」「布団ノーノー」なんて言われましてですね、これはまずいな。なんとか洋式のとこホテルある町までは遠いし、どうすりゃいいかな。そしたらある人が「そういえばね一軒だけちょっと洋風のねベッドがあるとかある」おそれどんなとこかな。いやまあラブホテルだってことでラブホテルじゃあそこ行ったらまあなんとかなるかな。まあそうなのかな。そういうとこのベッドなんて言ったらいろんな機材がついたりとかなんかややこしいな。まあなんかうまいことねいいベッドがあればいいんだけど、まあ、とりあえず行こう。でまあその当時ねマーカス・マクローニとベースプレーヤーはね、まあ、僕は大丈夫だと、日本のねそういうトラディショナルそういうところで寝たい。で僕とマーカスは問題ない。まあ、ルーさんとハーマンはやっぱり洋式じゃないとベッドじゃないと。でまあねそのラブホテルに行きました。でまあいろんな話をして、じゃあこの部屋が空いてるからじゃあそこにでルーさんから見て「ああオッケーオッケー」でハーマンはね目の不自由な方盲目ですから、まあ分かんない、ちょっとハーマンを部屋に置いて、でまあこっちにねじゃあ、まあ、こんなわけでど
どうぞよろしくお願いします。小江ちゃんがね、ホテルの下に話して、どんな感じかな、何時ぐらいね、また時間になったら迎えに来るので、よろしくお願いします。そしたら遠くの方から「って聞けるわけですよ。助けてくれって言って、どうしたのかなって言って、ちょっとハーマン呼んでるんですよ。パーッとハーマン、そしたらパーッと部屋開けてですね、ぐるぐるハーマンがベッドの上でぐるーっとぐる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 回ってるんですよ。まずい、回転ベッドなんかボタン押しちゃったなんてね、でもルーさんと俺もこいたら「うわはは!」とか笑っちゃって。で、ハーマン、おーなんて、僕、パーッとボタンで、なんだこれ、ブル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 、ハーマン、おー、メイド、シェッなんて言って、困ったな。で、それはね、もうこれしょうがないですね、やっぱり。ハーマンさんね、目が不自由だから部屋に入ったらもういろんなことをチェックされるんですね。で、でなんかボタンがあったからキュッと押したらこれそんなわけでですね、部屋の中はね、ピンクのライトがついてる鏡があるわしはね、もうそれは信じられない部屋だったんですけど、とりあえずもうハーマン、もう Don't touch anything ね、Please ハーマン、OK、I see なんてね、結局そこに泊まることになりまして、はい、そんなね、もう珍ハプニングがありましてですね、もうそのツアーね、その話でもう最後の最後までずっと持ちきりだったんですけどね、はい、それがね、約も本当にコンサートは素晴らしいね、お年寄りの方ももう若い方も全部、いいコンサートになりました。はい、でそこも無事終わりまして、それからまたずっとねこう、あれ電車でねずっと行ったんですね。電車でみんなでね、はい、今度は札幌ですね。はい、札幌ね、これもねちょっと市民会館だったのか、札幌なんか会館、多分札幌市民会館だったと思うんですけど、ルードナルソン札幌にやってくるっていうことでね、お迎えもガーッとねいらっしゃった。それで、じゃあサウンドチェックとか、やはり本番ちょっと前にもうサウンドチェックで、ルーさんなんかもうサウンドチェックほとんどしませんからね。もうよくね、サウンドチェックはね、もう時間1時間ぐらい向こうがね、関係者の人はね取ってあるんですけど、もうルーさんなんかもう10分ですよ。ブルースかなんかもう吹いてね、もう1コーラスか2コーラス、もうそれ That's it! That's enough! Sounds pretty good! ね、もうそんだけやれば十分だと。いや、just enough for jazz! なんつってね、はい、そんなわけで。それでね、こう会場、3食終わって一回ホテル戻りました。で、行きました。あしたらなんともう一個のバンドがですね、伊藤公子さん、はい、伊藤公子さんバンド、ミュージシャンもみんな東京から来ました。僕も昔から知ってる僕の先輩たちもいましたけど、ああ田中さん、福ちゃんなんていう、こんな感じで、なんとですね、それがですね、呼び屋さんも光栄ちゃんも顔が変わってるの、カリ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 、どうしたのかな、福ちゃんもう見てよ、これあれパンフレット、ルーさんが前座だよなんつって、はあって、僕ら後でやるんじゃないのって、いや公子さんがメインで、ってこと、どうなってんの。僕はね、これはもうだから北海道はね、札幌その当時、ルード・ナウソンと公子さんっつったら、公子さんね、日本でもその当時わーっとこう有名になってこられた、ね、時代だったと思うし、これはもうしょうがない、向こうのねプロデューサーが決まったことで、もう光栄ちゃんもルーさんに気遣っちゃってね、ルーさん、We play before 公子、ルー、Are you okay? ルーさんさ、I'm fine, it's okay, no problem, yeah, no problem, yeah. ほんで無事にね、とにかくファーストセットバーンってで終わって楽屋にいたら公子さんがね、田中さんお久しぶり、公子さんどこどこって、いや今回私もびっくりしましてね、こんなことになってるとは全然思わなかったんですよ。当然ね、ルーさんがもうメインでね、私が前座だと思ってたんで、来たらなんか逆になってる、私もびっくりしたんですよ。本当恐縮してます。いやもう公子さん、あなたのせいじゃないからね、記念して、もうこっちも楽しく演奏させてもらって、いやもう本当にね、ありがとうございます。もうルーさんの演奏素晴らしかったし、もうそんなわけでですね、
ね、キムコさんの演奏も僕らちょろっと聞いてね、ルーさんも喜んでね、シーキャンセング、シーキャンセングなんつってね、はい、無事に思って、もう浩平ちゃんもね、だんだん、いいお客さんも喜んでね、ファーストセット終わって喜んでおられて、無事にコンサートも終えましたので、打ち上げも盛り上がって。呼び屋さんもね、なんかこうちょっとした手違いがありましてすいませんなんて言ってましたけど、はい、こうやってね地方行きますとね、いろんなこう話がありましてですね、現地に行ったらっていうこともね何回かありました。はい、これからですね、とりあえず今日はね一応北海道ということ、あとはですねまだ山形とかね秋田とかね、秋田のお話もありますけど、あと佐渡島のねお話もありますけど、そのお話は今度また次回ということで、はい、こんなわけで今日はニューヨークのブライアントパークから北海道のね思い出話をお送りしました。はい、それではまたお会いしましょう。ジャズドラマー田中福士 from ニューヨーク、またお会いしたいなと思います。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。See you again. Keep on swinging. Bye bye. Bye bye.